いい T シャツですよ。ありがとうございます。シャンパンやったやつでこれ T シャツ袋にそうして2、3日洗ってなかったら壁入るんですよ。3回ぐらい。すいません。原価すぎです。原価すぎ、はい。いただいてます。ありがとうございます。É um sonho que é um sonho para ser concretizado hoje. A regra mudou um pouco, mas que a SPK já ele tem muito movimentação de chão.デビューから23年と2日、今夜69戦目、46歳のメインイベンターです。なんだか照れくさそうなのがたまらない。自分たちの生き方、誰にも決められたくない大人たち。所秀夫、ライジンを席巻する東海のブラジリアン柔術軍団盆栽柔術よりアラン・ヒロ・ヤマニハ。赤いトランクスが所秀夫です。左フックに対してカウンターで自ら引き込む形になりました。普通下がってくれるところ下がってくれなかったですね。そうですか。でも返してきました。回転さすが見せました。入れ替わって。Realmente que eu sabia que podia acontecer. Ele tem os botes de entrar na posição muito perigoso. Então é como a luta é como um xadrez. Eu meio que exemplo, me posiciono aqui. コントロールされているかなっていう印象ですか。ありますね。ここは距離を取るか。踏みつけもあるぞ。猪木あり状態から踏みつけ、足を取りに行く。左十字ないか。手を取ってますね。あれでパスしようと思って、そしたらパッと。得意だ。もらえるぞ。パッと取らせてからの動きが上手なのに。簡単に読んでもなっちゃったし、なんかプレッシャーが強かったんだろうね。さあ所立つか。残り10秒。膝か。ヒールフック。これは取れない。寝技の展開です。寝技の行動です。じゃあもっと手出していいよ。左から。ちょっとこれだね。自分が来るでしょ。ここから多分動けるでしょ。うわ、額の当たりは左が効いたか。ヤマニハの左が効いている。さあヤマニハチャンスを見て出る。再びバックに回って今度また寝技か。いや、さあここは絶対絶命か。もっと動けばよかったかなと思うんですけど、それもヒロがさしてくれなかったってことだと思うので、自分の中では2ラウンドの時点でもう倒れそうな状態だったんで。やれたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。聞こえますか。所コールが聞こえてきます。愛知県体育館。どちらが上になるかですね。どちらが上になるか。さあ入れ替わった。よし。打ちたかったですね。強いの打て。ずっと聞こえてます。もう声変えてきてるのもなんか最後やりきれよ。風邪ひか
離れるしはもういいよ風邪ひいノートかもしお前のせい早く決めてくれよ早く決めてくれない。Claro, o esporte tem seus altos e baixos. Não significa um exemplo. Vai ter o seu dia bons e dias ruins. Não adianta você escolher que todos são difíceis, top 5. Se você não focar no lugar alto, você não chega. E outra. ありがとうございました。お前の試合だよ。ちゃんと動いて出し切って。やめねえな。今はちょっと感情があれだから今決めなくていいし言葉にする必要ないから。まあでもちょっと結果なんて悔しいです。絶対なんかやる、何回起きると思う。カナタは寝てたからな。可愛いですね。可愛いよ。見せられてないから。見せられたか。そう。あんた最前列。課題ができました。あれを任すぎて伝わらない MMA。マジで大一番ですよ。僕は本当に井上直樹よりレベル上がってると思ってるんでやるしかないですね。思ったよりちょっと狭いのと、まあ壁近い方が壁レスできるからしっかり慎重に、戦っていけたらいいなと思います。海外で戦っている分、日本での知名度はそこまで高くはないかもしれない。しかしワンではトップ戦線で戦い続け、3連勝を飾るなど勝ち越したまま帰ってきた本物の実力者です。カード変更、急遽大物登場、佐藤翔子。たとえ朝倉海とファン・アージェレッタのタイトルマッチが実現しようが、勝てばそのタイトル戦線に近づくことは間違いなし。世界が知るビッグネーム佐藤翔子を飲み込んで激戦回帰を荒らす台風の目、銀の忍者レスラー太田忍。まずは第1ラウンド始まりました。いや始まりましたね。中井さん、まさかこの組み合わせがここで実現するとはという、そうですね。まあそしてまた本当に夢のことですね。まず立ち上がり、おっとまずはサイドキック見せていきました。日本のいや、アジアのまあ最高峰の選手ですね。おお、寝かした。まずはケージ際、膝切りを放っていきます。しっかりテイクダウンいければよかったけど、タックル入ってもすぐ立たれてしまってケージ際で倒されないようにしてしまった。どうせ決まるんだろうなと思ってて、組まれた後にああやって横向いて腕のクラッチ切りながら当てさしてかかとで削ったり、する動きしてかかとは本当に嫌でしたね。ちゃんと本当にこの太もものこの痛いところに入るんですよね。結構地味に効いてたんですけど、蓄積って感じです。今太田の右手首を取っていましたが、しかしここで一気にネルソンの体勢から締め上げていくでしょうか。首の張りが強くて、まあいつも練習だと他のこう取れる技が彼にはかからなかったりして、変に下になるぐらいだったらもう四つで押し込まれている状態で削ろうという選択になって、リック思いっきり振っていきます。太田指導です。そしてパンチを見せかけてからのタックルです。呼吸しながら呼吸しながら、ここ大事にしましょう。静かな攻防ですけど、やっぱりヒリヒリしますよね。そうですね。さあ体勢を入れ替えた。そして今刺しました。前に出ます。右のパンチを放っていく。
のパンチに対して脱臼かわしてタックルだ。そしてケージが持ち込んで投げを打っていく。今逆さまの状態になっていますがバックを取っています太田。試合巧者ですよね、やっぱり。僕がゲームメイクしてたつもりだったんですけど、要所要所で多分ポイント取ってったって感じなんじゃないですかね。さあファイナルラウンドを迎えました。3ラウンド目。さあやはり前に出るプレッシャーをかけようとしているのは佐藤翔子の方です。上も見せながらいけ。お互いにこれはフェイントかけ合い右のストレートを出していきました。しかし右のストレート振ってからさらにバックを取って右のパンチを放っていきました太田しのぶです。膝蹴りだ。ここで一旦ブレイクです。ブレイクですね。難攻不落の佐藤選手は佐藤選手、ちょっと飛び膝とか狙ってるのかなみたいな、みたいななんかこう屈伸を見せますよね。右のストレートを放っていきました。左ジャブ2つ右、そして左、はいちょっと食らついたか太田、ガブっていったギロチンだ。これは全然入ってはなかったですよね。足ロックされてたんでそれがちょっと外しにくかったんですけど、そうそう、あそこもうちょっと早く剥がして強いパンチ打てればよかったんですけど。今投げるしかない。今投げる。いけ。左のパンチ、右のパンチ、細かく打っていく。さあどうだ、右のパンチを細かく打ち込んでいく。あの時越えられなかった壁を越えに行こうとしている太田忍。試合終了。なんと佐藤翔子です。どこも痛くもないし何も聞いてない。僕はもらってたけど聞いてはなかったから、でもそこってでも入ってたらダメージって取るだろうし。ありがとうございました。ありがとうございました。いやめちゃくちゃ強かったです。勉強になりました。本当は勝たなきゃいけない試合だったけど、相手もねワンでずっと勝ち越してる強い選手なんでね、逆を言えば、私の分も世界で通じる技術はもうあるんだなっていうのが確認はできましたね。千奈さんからはどんな声をかけられたんですか。こんなところで負けてたら話になんねえだろみたいな、そんな言い方してないですけどね。本当にやるしかないので、しっかり負けた映像をいっぱい見て、いっぱい後悔して、そうしてなんかもっと強くなります。佐藤翔子です。よろしくお願いします。大学で格闘技で出会って就活の時も周りの反対振り切って自分でも格闘技やるって決めてからこういう素晴らしい舞台に来れて本当幸せです。決断の時って人生でいっぱいあると思うんですけど、自分の人生のケツを自分で拭けるようにね、自分でみんな判断して自分の人生決めていってもらえたら嬉しいなと思います。見事ベテランの経験の差をバテました。よかったです。でも一応見せられました。一本 KO を取んないとなんかアピールにはちょっと足りない、もうちょっとしっかりした勝ち方見せたかったっていうのはあります。めちゃめちゃ強い身上直樹もそうですけど、朝倉海、アチュレッタ、あの辺とやったらどうなるだろうなっていうのはやっぱ同じ階級だから見てます。毎試合で自分のベストを見せて、面白いところで絡めればいいなとは思います。日本最強の柔術黒帯イゴール田辺、衝撃のライジンデビューから2ヶ月、ライジンランドマーク6のケージで MMA に挑みます。初めてのライジンに向けてこの一月山にこもったアニマル浩二、立ち技格闘技から再び MMA の世界へ。 K1 からやってきたアニマル浩二対イゴール田辺、今日は最初から田辺は寝技を狙っていくと話していました。その打撃出してないんですけど、相手の打撃見てたし、ちゃんと相手の動き読んで前に行けてたんで、組みつき方にもいろんなバリエーションが増えてきてるということですよね。ここはどうか、いきなりテイクダウン。それでも今回タックルもうまくいけたかなと思いますね。1ラウンド何とかに行って、そうすれば汗かいてきて、ラウンド行けば行くほど
ちょっと体力あれなるなと思ってたんですけど、しっかり時間を使って肘を落としてみたイゴール田辺、ストライキングを使ってグラップリングをリードするということができるようになってきたということですよね。パンチが止まらない、パンチが止まらない、頭に負けば完全に結構パウンド効いてましたね。みんなマウントいた方がいいと思うんですけど、マウントだと相手決めを避けることしかないんですよね。だからめっちゃ決めにくいんですよ、マウント。やっぱそれもらってます。下になった方が相手攻めないといけないから決めやすいんですよね。これはすぐ立ちたいですね。頭上げてます。三角締め。相手が上だと固めるわけにはいかないじゃないですか。そこで動こうとすることで僕が逆に決めやすいんですよ。穴が見つかりやすい。タップですね。これ打撃の自信上げたし、少しずつがかりがレベルが上げるから、もう世界の来るかもしれないですね。ありがとうございます。素晴らしい。やっぱ自分の中でも引き込むスタイルはリミットがあるっていうの分かってるんですよ。今回も成功したんですけど、必ずテイクダウンして上でやりたいんですよね。だからそのためにもう誰とでもやれるスタイルになりたいんですよ。もう本当にコンプリート、そこを目指してますね。ヒロエは再び歩き始めました。大切なのは逃げるか逃げないか、このままじゃ終われない。そしてここからが本当の格闘技地獄が待っている。社用の予感を振り払うため戦いに向かう男もいる。プロ格闘家として13年です。昭和生まれの絶対に滑らないなにわ拳法使い中村優作37歳。さあ第1ラウンドが始まりました。近い間合いです。そうですね。中村選手の打撃がさらに当たったら、なるほどなるほど。ちょっと今バッティングがありましたかね、頭同士。負けたくないその気持ちだけでリングには入ろうっていうふうには決めていて、踏み込んでるだけが日本拳法の特徴なんですよね。ガンガン何も考えずもう前に出てやってやろうっていうふうに思ってました。僕はずっとそのタックルに合わせてずっと膝をずっと狙ってて、で何発か入れてたんですけど、そこのタイミングずらされるともっと嫌やったなっていうのもあるし、そしてカウンターの膝前に出てくる、見えています。これも切る。どちらでしょうか。何が起きてももう前に出続けないと俺は勝てないんで、もう出るしかないなっていう。さあ両拳を合わせます両者。もうかなわず前に出ます。愚直に前にツー中村、愚直に前に出続けます広谷。ミドルキック効いてます。足に来てる、足に来てる。さあ生き残るか中村優作37歳。ダメージをやられるとしますね。ああそうですか。いやコツコツとですが入れてます中村優作。一瞬なんかじーっとしてる時あって、あれはもう狙ったの。来てくれるから。差を感じたのはやっぱり駆け引きのところであったりとか心理戦の部分で、中村選手はやはりベテラン選手だなっていうのを肌で感じました。また崩した。立ち上がる。投げちゃう。残りがない。終わり決戦、名古屋決戦試合でした。フルタイム戦いました。中村優作勝ちました。なんとか崖っぷち生き残った。なんで俺は結果で返せへんのやろうなっていうのがとても強く今本当に思ってて、広谷選手もそこから先の展開、やっぱりフィニッシュ1本取っていく積み上げが必要だねっていうようなことは甲斐も言ってはいたんで、2連敗ではありますけども十分評価できるだけのものは見せてくれてるんで、またライジンの中でも試合をする機会を作れたらいいなとそう思ってます。何やってんですか。いや、普通に組み技
は何やってんすか、うまかったです。いや、俺負けだと思っちゃいましたよ。でも3ラウンドバックドロップあったら1回あれはそのダメージが入るのかとかっていうところで全然わからんくて、すごい気持ちが見えてすごい良かったです。あ、ほんまですか。神様もう感動してます。確かに結構エロも当たったんですけど気持ちよかったです。あ、すみません。ありがとうございました。アップの邪魔をすな。またよろしくお願いいたします。神様のアップの邪魔をすな。フライ級のストライカー対決。伊藤有希選手、打撃の打ち合い危険だって右の膝、そして左の膝。一回なんか膝で効いたんかな、一瞬フラッシュしてで、やっぱ近い距離だとそういうのあるから怖いなと。残り1分36、右から左膝。でも自分のバージョンも当たっとったんで、行くときは行かなあかんかったなって感じなんで。ชนะน่าจะได้สบายครับเพราะว่าผมต่อยไม่ได้เลยต่อยได้นิดเดียวแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมกระดูกหักตั้งแต่ยกแรกนะครับ中に上から打ち、わーっと強烈なローキックからミドル飛び込んでいった。今度は右のミドル。残りは15秒。最後の攻撃。左ノック、伊藤。赤だ。伊藤有希、地元で勝利を挙げました。รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับเพราะว่าผมเห็นว่า3ยกผมดูดีกว่าทั้ง3ยกเลยผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองランドマークってマイクないですか？いい勝ち方しないとマイクないってやつですか？おー、いい、それ教えてくださいよ。いやー、クソ KO したかったな。手数とかも相手も出してきたんですけどクリーンヒットが結構あったと思ったんで、自分的には勝ってるなと思ったんで、まあ良かったですね。ゴントリンとケミロフ、ああいうごっつい外人とやりたいです。元十両貴乃富士、須田理代剛、ヘビー級最強への道、イムドンファンとの戦いです。5分3ラウンドが始まりました。いいね。ただ中井さん、これ肌を合わせて、いきなりパンチが効いているか。タックルで逃れようというところですが、バックを取った。膝だ、そして左。すごい勉強になったと思うんですよね。この当たった時一瞬右目が見えにくる。ローキック効いたか。だいぶ左の足は効いているイムドンファン。そこに右のパガー、止まった。また君もそうすると機会があればぜひ練習を一緒に。もちろんお願いします。次こそ本当にできるようにトッド・ダフィーにこうできればタイトルマッチ年末やらせてもらえたらなとは思います。さあヘビー級の戦が始まっています。原神でありますが、左のジャブ、左フック出していきました。いいね、ジャブ入る。いいよ。シャープな打撃、そしてコンビネーション見せました。ジャンパー左フック。グラついた右、アッパーマン、マグロ、攻撃からの下蹴りだ。左右膝を仕込んでいきました。残り時間どうですか。ラッシュをかけていきました。貴景勝ではありますが。皆さん思った通り止まったと思いましたよ。僕もゴングじゃなくて止められたストップの方や思って、うわ俺負けたと思ったらもう一回やれみたいな感じだったんで、それはそれで地獄やなと思いましたけど、その分腹くくりましたね。これボディも効いてるんですかね。ボディだ。あなたの選手分かってるんですよね。腹効いてたんですよね。腹でちょっと失速してくれて、よろめいた貴景勝、左のパンチを放っていく。何度もこれなく打ち込んでいってレフェリーストップだ。1ラウン
度目、自分の中で勝手に決まったと思っちゃって出し切ってしまいましたね。力も全て1ラウンド目の自分の今までやってきたことをやってしっかり出せてるっていうところがものすごい成長したと思う。今回の負けをどういうふうにして受け止めるかっていうところはすごく今後に大きく響くと思うんですよね。絶対負けた思った。1ラウンド止められる思った。勝ったああ違うんかい。あ、そういうことか。ごめんなさい。知ったかしたら今めっちゃ恥ずかしいやん。1ラウンドで完全に聞いて僕もう足言うこと聞かないで落ちたんで、けど神様が信長と秀吉が勝て言うてくれよ思って頑張れ。言うてない？今のめちゃめちゃええやつやん。今絶対突っ込んだらあかんやん。もう絶対疲れるから。ああ言うてないみたいです。勘違いでした。ある一人のファンが夢に向かってファイターになり、夢を叶えてRIZIN参戦を果たします。マッチRIZIN初登場、現シュート世界スーパートム級王者渡辺彩香。本格的に MMA を始めたのは3年前。デビューたった4戦でシュートの女王となったストライカー渡辺彩香がマッチに初めての敗北を味わわせに行きます。右を振っていこうとしています。そしてミドルキックを出していったところでここで組んでいきました。さあマチがグラップラーマチが組んでいきました。組んだ時に自分は簡単にテイクダウンいけると思ったんですけど、血が重たくて自分の思うようにテイクダウンできなかった。切り続けたかったんですけど、やっぱ表よりもクラッチが結構強くて外せない展開が長くなっちゃったんで、ここは先うまくいきましたね。早い。それは今度はまた足しっかりやろ、足しっかりやろ。そうだ、かくってバック逃げっていう、これですね、逃げるっていう動きをする。ここからうまくかわしていこうというところ、しかし組みついていったマッチです。もう大チャンスだったと思うんですけど、何か狙っているでしょうか。右のハイキックです。その足をキャッチして、そして前に出る右のパンチに打って、そして距離を潰してパウンドを払っていく町田。踏みつけを狙っていった。接打っていく渡辺も下から打っていく。踏みつけだ。しっかり殴れ、しっかり殴れ。ここで第2ラウンドが終わりました。さあまだまだ2分あります。2分あります。右だ。もう行くしかなかったんで、もうどうでもいい、やっちゃえと思って行ったらやっと打撃の距離が合い始めて、効いてるのは分かったんですけど、もうそこを行かせてくれない松選手の強さなのかなと思います。続いていく渡辺、スクロールしながら相手のタックルを切っていきます。さあここから膝切りから右放っていきました渡辺。左返していくマチ。素晴らしい。打撃の攻防、右のストレートノーモーション、さらに右のキック打っていきました。いい試合、好勝負を見せました両者。なんとデビュー4戦でマチがなんとこれで4戦全勝マチ、シュート女王を下しました。また一からかっていう気持ちもあるんですけど、また頑張って積み上げていきます。私は中学校2年生の頃から、RIZINで戦うのが夢でした。今日こうやって選手として立って勝てて嬉しいです。やったー、きつかった、やばい。彼女が思い描いていた夢の舞台ですごく辛いことして頑張って勝ってくれたっていうのが彼女にとって財産になったんじゃないかなっていうのが喜ばしく思ってます。はい、今年中に取るっていうのが目標なんで、ベルトを取ってまたRIZINに出たいなっていうのが今の目標です。ありがとう。これからは
しっかりとした入場パフォーマンスで試合で見せて、入場の対策も本当にもうできる限りのことは僕は全部したんで。笹原さんに連絡したら今回はしない、やらない、演出はバック肘バック肘言ってるけど、あいつ肘一回も出してねえぞっていうのが結構言われちゃってるんで、そろそろ見せようかなっていう、新しい夢の現実をベイビーメたちには見てほしいなっていう。さあ乗ってきた、肘がうなっている日本ムエタイ界の師匠梅野源氏、名古屋に参上。おっと曲がおかしい。梅野源氏を今度こそ勝たせなきゃやっぱりだ。お前らまたやったな。いたー、こちらがなんとスマウメだ。俺の奥さんですよ。いや本当にやるな、学ばないっていうか、雷神に騙されたのか、佐藤大輔に騙されてるのか。スマウメもノリノリです。代表も前回と同様ノリノリ。彼女すごい素直な子なんで、帰ってちょっとしっかりと話し合いたいなと思ってますよ。まず武田さん、おっとまずは最後のフックから蹴りを放っていった斉藤。僕の最初の三日月が効いて、思うように動けなかったのかなって。斉藤選手もパワーとハートがすごく強いので非常に怖かったですね。パワーをなんとか封じ込めて相手の持っている武器をどんどん潰していくっていう作戦はうまくいったと思いますね。ローキックがミドル、そしてまた組んだ状態です。こうなると梅野のペース。これがですね、かなりのスタミナロスになります。下になると、ここが崩していきました。組んだ時にもっと本当は肘とか膝とかもっとアグレッシブに攻めたかったんですけど、なかなかさせてもらえなかったのかなって。さあカーキックだ、崩したトレントガードの苦しめた。今サウスポーになっていますので、左のハイそしてバックハンドブロー、あれがいいタイミングで入った時にちょっとドキッとしましたね。左キックを切っています。肘だ、肘を放って膝切りボディに打ち込んでいく。ここは崩していきました梅野源氏です。2対0、マジョリティ決勝。喜ぶつば梅ハイパーヨーヨー。肘ありで本当に勇気に挑戦していただいたんですが、やったことないだろうし、そんな中で本当にありがとうございました。ありがとうございました。年末にちょっとこうすごいことをできればなっていうのは一つ考えてます。またちょっとこう雷神側とは話していけたらなっていうのは思ってますけど、その前にあいつらには謝罪させる。前回はセコンド、今回はつま梅か。お前らちょっと言動してよ。やばいだろ、やばいだろ、やばいだろ、やばいだろ。